皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が相手の方のね、四間飛車に対して右四間飛車に構えましてね、腰掛け銀の形に組みました。この形ね、非常にアマチュアの方々のね、間の中ですごい人気がありましてね、プロ間ではちょっと少ない指し方ではあるんですけれども、非常にね、四間飛車攻略のね、有力な作戦のね、一つだと思っております。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速解説の方、始めていきたいと思います。今回ね、私が後手番ということで、将棋王座本編の時と先後はね、少し入れ替わってしまいますけどね、そちらの方をご了承ください。私は後手番ですね。今回、手方先手で7六歩、3四歩に6八飛車とね、振り飛車、四間飛車ですね、四間飛車を明示されました。で、私は8四歩と突きまして、6六歩、6二銀、4八玉と。ここでね、私の方がね、今回の本局のね、作戦ですね、6四歩と、腰掛け銀を目指していきました。他の指し方ね、いろいろとあるところですけどね、この6四歩から6三銀とね、上がっていく形がね、腰掛け銀への第一歩となりますね。はい。で、6四歩に対して、3八玉と。そして、6三銀。7八銀。5四銀とね、銀をね、こうスルスルと上がりましてね、この、ね、5筋の5三の歩の上に上がってる形がね、いわゆる腰掛け銀と言われる形ですね。相居飛車でもね、あるんですけれどもね、この形を腰掛け銀と言います。で、5四銀に対して、先手は7七角となりました。で、4二玉と。で、6七銀、3二玉、2八玉。で、6二飛車ですね。これが右四間飛車と言われる形ですね。四間飛車対右四間飛車という対抗形ですね。はい。で、6二飛車に対して3八銀と。これね、穴熊に組む手も考えられるところですけどね。ただ後手の方が、比較的急戦っぽくね、いつでもこう6五歩とね、攻めてくるような手があるので、3八銀とね、早い戦いにも対応しやすい美濃囲いというのがね、腰掛け銀、右四間飛車に対しては美濃囲いは非常に多いところですね。はい。で、3八銀に対して、私の方は5二金とね、5二金右と銀を上がりまして、船囲いを完成させました。で、5二金右に5六銀とね、この銀手がね、一つ作戦の岐路でしてね、5六歩とね、歩でこう対抗するような形、この形もね、あるところですね。この形ね、実は前後逆なんですけれども、以前のね、対局でね、やったことがある形ですね。そちらの方もね、ぜひぜひ、合わせてね、見ていただければなと思います。本局5六銀ということで、こちらの形の方がね、比較的、なんていうんですかね、自然ですかね。銀をこう向かい合わせましてね、飛車銀に対して飛車銀で受けるという形ですね。はい。で、5六に対して7四歩。1六歩、1四歩。で、9八香とね、この香車上がりはこの後出てくるんですけれども、後手の角がね、こう9九角成となってくる形になりやすいのでね、あらかじめ香車を逃げたというね、振り飛車の上等手段ですね。はい、部分的によくある点になります。で、9八香に対して、9四歩と。そして、4六歩。この9六歩はね、9四歩はね、何気ないようですけれども、ついといた方が後々ね、安心できるというか、この角度でどこから9角と出る形があるんですね。はい。で、9四歩と一回ついた手して、先手もね、受けとくとあるんですけど、先手の方は、必ずしもこれを受ける必要はないということで、4六歩とね、こちらの方を急いできました。で、4六歩に対して7三桂とね、飛びんでね。さあ、ここでね、相手の方は、ここまでは序盤のね、一つの組み上がりとしてはね、考えられるところで、相手の方ここでちょっと小考されましたね、対局中ね。ここで5八金左とね、上がれば一番自然な手なんですけれどもね、美濃囲いを完成させて、これでもね、後手が8五桂から攻めていくような展開になります。で、本局は、3六歩とね、この金を下に置いたままこうついたのが、先手の方の工夫したところでね、この金がね、下のことをね、生かす指し方がこの後出てきます。で、3六に対して、さらにね、例えば2四歩か2三玉と上がって、こう左美濃に組むような指し方もね、後手はあるところなんですが、本局私はね、8五桂とね、シンプルにね、攻めていきました。これね、6五歩とね、つく手もありそうなんですけれども、6五歩ですと同歩と取られて、意外とこれね、うまくいかないんですね。この形もあるんですけどね、角を交換しても同桂と取られて、ね、飛車銀桂がこう拮抗した形になるんでね、意外とこう後手は攻めにくいです。ですので、順番としましてはね、ここで先にこう8五桂とね、
こう飛ぶ形をねぜひ覚えていただければなと思います。で実際は8六角と上に逃げたんですが、下に引きますとね6五歩とこれで攻めるのが快調な手になりまして、同歩でしたら6五同歩でしたら8八角成と取りまして、この時にね同飛車となるのがね先ほどとの大きな違いですね。先ほどの形ですとね同桂とこういう形で手順に受けられたんですけれども、桂馬を飛んでこういう形にしておけばね飛車とがこうずれますので、6五銀というようなね攻めがね効くわけですね。あるいはこう自陣にねそのずれた飛車を狙って角を打っても先手としては受けにくい形になってきます。6五銀とねどちらもあるところですね。ですので先手はね8六角とね、上にかわす方が自然ですかね。そして6五歩と攻めました。これ同銀とね、実戦は取った同銀とね同歩と実戦は取ったんですが、同銀も考えられるところですね。同銀ですと同銀同歩となって、本局と違うのはね銀がこう手もね持ち前に乗るか乗らないかという違いなんですけどね、この時に一例そうです角ですね、一例を言いますと角になる手もあるし、一例言いますとねこれ銀打ちの手ももしかしたらあるかもしれないですね。これね実は腰掛けの狙い筋の一つなのでぜひ覚えていただきたいんですけどね、ちょっと強引な手なんですけれども、同桂同桂成となりますとね意外と飛車がねいじめられてしまって先手がね嫌なんですよね。飛車が逃げれば、7六成桂と取る手もありますし、6五飛車とねこの場合金取りで走るんでよりね良さそうですよね。これは後手がうまくいった例ですけど、例えば金取りを受ければ7六成桂と引けばね角が取り返せるというね、銀を損しても角が取れればね十分ですのでね、これもぜひ、覚えていただきたい形ですね。実戦は先手の方がね同歩とね、銀をね渡さずにね、受けてきました。これですとね、駒がないですから9九角成となる攻めになりますね。でですねここでちょっと解説が前後したんですけれども、7九金とね、寄れるのが先手の方のね、狙いだったんでしょうね。金が上がってますとねこの時に桂取りがちょっと受けにくいですよね。飛車引いても香車を取られてしまうんでね。なので歩をね金を寄るためにねわざとこの5八金を保留したというのはね相手の方の狙いでした。で私もね攻める時にはおそらくこういうことだなと思ったんでね、次の手がね狙いの攻めになります。これ歩持ってないんで結構ね攻めるの難しそうなんですが、5五銀とねぶつけていくのがねポイントですよね。ぶつけて銀をね補充しながら、結構ね金寄った形が対局編の時に言ったんですけども、王様と反対方向にね金が動くので、先手としてもねあまり嬉しい手ではないんですよね。これで完封できればいいんですけども攻めがつながる格好になりましたね。で5五銀に同銀同馬と、中央にね馬が来まして非常に、いい形にね攻め出てますね。ここは先手も分岐点でしたね。実際4七銀打と補強したんですが、6四角とね出るような手も考えられましたね。先手の理想としては同馬同歩となればね馬が消えてねかなり後手もね忙しい感じになりますね。6四角でしたら難しいですけどね、例えば同飛車と取って同歩に王手で4六馬と出るような感じですかね。これも難しい勝負だったと思います。銀を受けたりしてね成りが残ってますから先手もね十分やれたかなという感じですね。実戦は4七銀打とね、これもねやってみたい手ですよね。やはり離れているので固くしながらね受けると。で6五飛車と私の方は爽やかにね攻めていきました。で同飛車同馬と飛車交換ですね。振り飛車に対してはねあまり飛車交換しない方がねっていう、急戦の時は振り飛車飛車交換は振り飛車がいいよっていうね定説があるんですが、本局に言いますね持ち駒の銀をねこの先手は打っているというのがね大きな違いになりますね。で、6一飛車と相手の方はねこれは当然打ってみたい手ですね。で、6一飛車に対して7六馬とね出まして、9一飛車成と相手の方は香車を取りました。でねこの馬がいつでもこの金をね切れるよっていうのが後手のね狙いですね。で実際はね9九飛車とこれ狭いところなんですけれども、先手はね銀を持ってると例えば銀を打って飛車を成って香を打ってね飛車が取れたりするんですけど、銀ここに打ってしまってるんでね、仮に8八金と上がってねちょっと面白い格好ですけど受けても7九銀と打てばね着実に飛車がねさばける格好になります。先手は7九6九飛車に対して先手の方は3七桂とねここは難しいとこでしたね。3五歩と行くような手もあったと思います。私ね対局中再三ねこの3五歩は気になるんですよって言ったら、これがちょっと一応嫌な手でして、同歩ですと
香車を持ってるんでね、こう歩の裏から香車を打つと結構厳しい攻めになるんですよね。竜がこう効いてるんで、桂馬を飛ぶと同香成同玉で4一竜というね攻めがありますし、これこうやりにくいですよね、ちょっとね、こうね。これは同香成で同玉でしたら4一竜ですし、同香成同桂ですとね歩を持ってるんで3四歩という感じでね攻められちゃうので、3五歩と突く手もね、疲れたら私の方は、この手をほっといてね、香を取るような感じになると思うんですけども、こうついてしまってもあったかなと思います。3七桂はね、場合によってはこう4五桂とね飛んでいこうってことなんで、立派なこの手も立派な手なんですけどね。で、9九9八しないと香車を取りまして、この手がね4九馬と、これが実現すればね、ゲームセットですね。相手の方はここで、この、9八飛車成に対してね、受けてきましたね。はい、6八歩とね、これは竜を遮って受けた手です。ここはね長考しましたね、悩みました。なんかこう角がね本譜こう竜で一気に攻めていったんですけれども、7五歩のような手でねこう角を封印しとくような手もあるんですよね。こうやるともう角はもう絶対使えないですし、次に8七竜とやればこの角がね非常にもう場合によってはただで取れそうな格好なんでね、ただこう突いた時に例えば3五歩とやられた時に果たしてねこの角を取ってる余裕があるかですね、本地をね攻められた時に。ただこうやっておく手もあったと思います。本局はちょっと私はね、一気に攻めに行きました。8七竜とねこう角をいじめまして、これ気持ちいいんですけど、先手の方にもね実戦のように6四角とこう角が脱出しても成られる展開になるので、この角をもう取ることはできないんですよね。ただここでね私はもう一気のね攻めを敢行しました。自然な手ですと5七竜なんですけれども、5七竜ですとね5八香という手が嫌な手なんですよね。これ意外としっかりした形でしてね、竜と馬をいっぺんにこう止めましてね、竜が仮にちょっと逃げたりすると、これもあると思うんですけど、5五角とかあるいは7三角成とかやられて、意外とこの後ね攻めが難しい、後手が悪いという感じもしませんけど攻めが難しいと。ですので、ここでね、ちょっと思い切った手なんですけども、4九馬とね先に、切ってしまうのが実戦的というかね、非常に、結果的にこの手がね、好判断になりましたかね。これはもちろん同銀なんですが、5七竜とねこう馬を切ってから回るっていうのがねちょっと面白い手順でして、当然ながら香車打っても銀が取れますしね、この時に角と香っていうのが、守備に不向きだっていうのがすごく狙い目なんですよね。この銀を例えばこう銀上がりますとこう潜り込んじゃえばね、金銀香持ってますから攻めが続きますし、5八銀とね左とね引くとね引くとこの駒を持ってるんで3九銀という手がねこれぴったりな手になるんですよね。同玉に3七竜と回り込むとね詰み筋になるということで、これね実はこの局面がこの銀取りをね非常に受けにくいっていうのがねミソですね。銀をこちらに引いても4八香という手でね攻めれそうですね。例えばこれ、香車打たれたらねどうするんだろうって感じなんですけど、これも場合によってはもう香車金を取っちゃって香車に金銀ねこれ3枚持ってますから、もう銀を打って攻めていけばこれはね押し切れそうですね。先手が飛車と角しか持ってないので受けが難しいので、王様を寄れば、金打って銀取る手もありますし、2八銀打ちと打てば縛れますね。で王様上がれば、端歩を突く手や、成香をね引いておいて、これで次こう取った手が銀ならずから詰めろになるんですね。で後手の方はこうね飛車角持たれてるんですけれども、5三香成でね食った時も受けがね効きそうな形ですし、これはね先手が後手がね一手勝ちできそうな格好ですね。はい。実戦は3八銀引きで、勝負する手もねあったとは思うんですけど、やはりちょっと駒があって、後手の攻めが厳しいということで3八角とね、受けたんですね。受けとしては手堅いんですけれども、こう角を打ってくれればね馬を切って攻めていっても、その角を打ってくれればなんていうんですかね、損得的にあまり後手としては嫌じゃないという感じですよね。馬を捨てたんですけど、それを受けに使ってくれればね怖くないということですね。なので5九竜と、これ大事な手ですね。これやっぱ次香車を打たれちゃうとこう竜がね遠ざかっちゃうとあれなので、こう四角に銀の四角に入りまして、これが金取りなんですよね。こう金取りを受けてるね、揺れないですね。金を受けてるとこう本陣がこう攻められちゃうので、先手はここで5八香と打ちました。これはね金を取れば5三香成という形で反撃しようということですね。金を取る手もね私はあったんですが、もう一気にね4八香と、攻めていきました。この気持ちがね非常に厳しかったですね。やはり駒がないんでね、金があると受けやすいんですけれども、駒がないので、実際5三香成とね、攻めたんですけれども、4九香成と
あ、すみません、同金ですね。同金と取りまして、これ難しいですね。取る手もあるんですけど、同金と取りまして、同角成とね取ったんですが、この時にね同竜と取ると4八銀と取られてね、少し先手の王様が遠くなるのでね、この時に3九銀取った手が決め手になりましたかね。ここで打ってしまうのが、これを同玉と取りますと4九香成となって、これでね同角ですと銀を打って決めるだけ決めて最後に馬を取るという感じですね。実戦は3九銀に対して1七玉とね、逃げたんですが、ここまで決めておいてから5三竜と取りまして、この3九銀と打ったことによってね先手陣が修復することが困難な状況になっておりますね。実際2九金と受けたんですけれども、この時にね1五歩というのが厳しい攻めでしてね、端玉には端歩というのが将棋の格言でありましてね、こう見た目以上にね香車の力で攻めると厳しいんですよね。でこれ銀を取りますとね、もう1六歩と取ってしまえば王様上がれば金ですしね、角金香として1五金で詰み、王様引いても1七金と打ってね、これ実は詰み形なんですね。同香ですと同歩成、玉を引いてもちょっと露骨なんですけど1八角から打っていくと同香同金同玉にね歩を成っていけば詰みということで、見た目以上にね繰り返しなんですけど端攻めって厳しいんですね、端玉に対する端攻めは。はい、ということで、同歩とね、この歩を先手の方は取ったんですが、同歩に対して1五同歩に対して1六歩と一発打ちまして、同玉に5五竜とね、1五竜までの詰めろですね。で4五歩と防いだんですが、そこで2四金とね、これ手堅い手ですね。香車走ってくるのもあるんですけど、この金打ちがね分かりやすいでしょう。で3九金と、銀を外したんですがね、ここでねちょっと格好のいい手で最後とどめをね刺しました。金を出てってもねいい感じなんですけれども、2八角と打ったのはね、これちょっと凝った手なんですけど、かっこつけた決め手でして、金が出てきますと王様こう収納されるんでね、収納させるところで先に角を捨てたわけですね。これは金取りですのでさすがに同金と取ったんですが、1五金と進出しまして、1七玉の時にね、この時に金が上がってるんでね、1六香と打ったところで、投了となりました。これはね最後一手詰めですのでね、最後きれいに持ち駒を使い切ってね、最後きれいにね詰みのという形になりました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。右四間飛車腰掛け銀すごくいい戦法ですね。はい、非常にねこううまくいきましてね、振り飛車側もいくつもね工夫することはできるんですけれども、本局はねすごく右四間飛車腰掛け銀のねいいところが出たかなと。やっぱり一度攻め始めたらね、攻め足を止めずに、どんどん積極的に攻めていくっていうのがこの戦法の魅力の一つですのでね、本局の指し方を参考にして皆さんのね対局に生かしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。